おはようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。現在は下落トレンドから上昇に変わるかどうかっていうところを見ております。直近の動きを見ていますと、こういうふうにジグザグと下落のトレンドを作ってきて、このあたりから上昇に変わってきたというところですね。基本的には今上昇トレンド、こういう感じで上昇トレンドには入ってきているんですが、かといって今直近の高値、ここですね。このあたり195円付近が意識されて下落してきておりますので、ここから再びこの高値を抜けていけるかどうかっていうところに注目です。ここ抜けられないと再びこういう下落になっていくと思います。現在は GMMA の青帯が下向きから上向きに変わるその転換点にありますので、GMMA でサポートされて上昇していけるのか、このあたりですね。昨日の安値付近、そのあたりでもう一度サポートされるかどうかっていうところを見ておいてください。ストキャスティクスは今高値圏から下落中ですので、基本的に上値は重いということもここからわかります。では4時間足です。そんな中で4時間足は上昇トレンドを作ってきているんですね。日足は一旦ここの高値で止められて、この揉み合いからの下落。これが理想的な動きですね。今のところイメージ通りに動いております。そして GMMA の青帯で今サポートされて上昇できるかどうかっていうところを見ているんですが、昨日の下落を見てもちょっと GMMA まで深く入ってきているんですね。ということは本日やはり上値を重く、もう一度こういう動きを想定しておいてください。日足のストキャスティクスは今高値圏という話をしてました。4時間足も現在上昇しておりますので、チャートとしては本日も朝から上昇しているんですが、これ高値圏に入ってきた頃には再び下落方向に動きやすくなりますので、本日朝から上昇してますが、これがどんどん上昇するとは思わない方がいいと思います。では1時間足です。1時間足は今まで GMMA の青帯が上向きだったんですね。そこから直近はこう下向きに変わってきたところ、つまり現在は下落トレンドの初動と考えられます。今朝からの上昇で GMMA の青帯を上抜けてこようとしてますが、これ上抜けてくると GMMA がこう下向きから上向きに変わっていきますので、そうするとこういう上昇になっていくんですね。なので、まずはこの GMMA をしっかりと上抜けてこれるか、上抜けてくると上昇方向に動きやすいんですが、先日もお話ししたようにこのラインですね、この過去の揉み合いの加減に当たるところ、このあたりは意識されますので、その辺付近から再び下落方向に動きやすい。そしてそもそも GMMA の青帯、今上抜けかけてますが、これ上抜けられなければ、ここからはこういう動きに変わっていきますので、その動きですね。現在は GMMA を上抜けていけるのか、それとも GMMA で上値を抑えられるのかというところ、上野手を見ているとなかなかに上値は重いんじゃないかなと思いますので、今上昇しかけてますが、こう上昇魂みたいな感じで、こういう動きにはご注意ください。ただし下がってきたところ、昨日の安値付近はまた意識されてくると思いますので、その辺付近では強めの反発が期待できると思います。ではドル円を見ていきましょう。ドル円も以前から言ってますが、ずーっと下落トレンドですね。そして下落トレンドで GMMA の青帯との乖離がありましたので、この GMMA 付近まで一度調整の上昇する、そこからのこう再下落という、こういうイメージをしておりました。ここ最近の動きを見ているとそんな感じですよね。ただ、ここをですね、水曜日に陰線をつけてきて、昨日はなかなか底堅い動きをしているんですね。ですので、上がれば売られやすいんですが、下がったところは底堅い動きをするということで、この辺でのこういうレンジになってくる可能性があります。こちらもストキャスティクスは高値圏ですので、基本的には上値が重いと考えておいてください。では4時間足です。ドル円の4時間足はポンド円ほど綺麗な形は描いておりません。基本的にはこの GMMA の青帯でサポートされて上昇すると分かりやすいんですね。例えば GMMA がこういう風に動いていて、その中でこうチャートとしてはこの GMMA にサポートされながら上昇していくと、こういうところでのエントリーがしやすくなってくるんですが、現在の動きを見ても分かるようにすごく分かりにくいんですね。GMMA に対してこう下抜けっていうのを頻繁にしてますよね。ですので基本は上昇トレンドなんですけれども、ここからはこういう動きになる可能性もあるし、当然こう高値を更新してくるこういう動きになる可能性もある。ただ今 GMMA と綺麗に動いていない、GMMA と連動して綺麗に動いていないというところがあるので、トレードとしては非常に難しいのかなと。ですのでこの辺の水平線ですね、こういうところを意識しておくといいと思いますので、ここ抜けると次の高値まで、抜けられなければここから下落で昨日安値付近までという風に考えておいてください。
では、一時間足です。こちらも今朝から強めに上昇はしてきております。ただし、基本的には現在、下落の途中ですので、こういう動きは想定しておいてください。ただ、先ほど言ったように、この水平線ですね。このダブルトップのネックラインになっているここの部分ですね。先ほど4時間足で言っていた水平線を上抜けてくると上昇しやすくなります。ちょうど今はその水平線付近にありますが、ここ上抜けられないと下落しやすくなるんですが、GMMA の青帯、1時間足を見ていただくと、先ほど言ったように、過去の上昇っていうのはこういう風に GMMA でサポートされて上昇してきてますよね。で、昨日もこの GMMA から下落をしようとしてきて、それが失敗になって本日上昇してきてますので、この動きを見ているとここから上昇しやすいのかなと思います。ただ、この水平線ですね、ここを抜けられなければ下落方向に動いていきますので、今はこの水平線 149.2 付近を上抜けるかどうかっていうところに注目です。上抜けられなければ下落、上抜けるともう一段上昇、そしてこのまま下がってくれば再びこの昨日の安値が意識されてきますし、昨日の安値を下抜けると大きく下落していくと考えられます。それでは本日は以上です。現在使用しているのがトレーディングビューなんですが、使いやすいチャートをお探しの方は無料で登録できますので、ぜひ一度ご利用ください。概要欄に URL を貼っておきます。有料のプランもありますが、基本的には無料で問題ありませんので、まずは無料で登録してみてください。また、ノートのメンバーシップ会員を募集しています。FX を始めたばかりの方から中級者まで、FX は知識次第で勝率が上げられますので、しっかりと知識を入れられるような、そんなメンバーシップを開催してます。毎朝更新の詳細な相場分析と週末のスキルアップの限定動画がありますので、そちらを利用してぜひ FX スキルを上げていってください。こちらも詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。